皆さんこんにちは、山下和也です。小林弘隆です。このチャンネルも第6回お、やってきました。6回ですか。そうなんですこの構えは後で意味がわかると思います。そうですか。はい。ということで今日これ6回目なんですけれども、はい、何をやるかということなんですが、e スポーツのジャンルいっぱいあるんですけれども、はい、そのジャンルをちょっと詳しく皆さんにご紹介、そして一緒に学んでいこうかなと思ってます。はい。で、今回紹介するのは、はい、FPS と TPS なんです。ちなみにコバさん、この名前は知ってる？はい。何かの略なんですかね。おそらくそうだと思うんです。はい。なので、僕らも含めて皆さんも e スポーツ知ってるけど今言ったのは分からへんという方もいらっしゃると思うので、どういうものなのか、そして違いが何なのか皆さんと一緒に学んでいきたいなと思いますので、はい、では早速本編の方に参りましょう。さっきお伝えしました FPS と TPS なんですけれども、何の略かと言いましたら、まず FPS なんです。 FPS ね。はい。ファーストパーソンシューティングの略。はい、そしてもう一つ TPS なんですが、これはサードパーソンシューティングの略になってます。なるほど。でどちらも、僕らが昔馴染みのあるシューティングゲームの進化版なんですね。シューティングというのは射撃ということ、主に敵を銃などで撃って倒すことを目的としたゲームのジャンルです。なるほど。古くはスペースインベーダー 2D シューティングですね。自分がプレイする戦闘機などを上から俯瞰した視点で操作するゲームだったんですが、この 2D から進化を遂げて 3D 空間で楽しめるシューティングゲームというのがたくさん登場していきます。そして FPS、TPS も 3D シューティングゲームで 3D 空間のフィールドを自由に移動できるというものなんです。なるほどね。ここまでは全部共通してるんですよ。FPS も TPS も。じゃあ何が違うのかというところなんですね。まず操作するキャラクターの視点が違います。 FPS ファーストパーソンの方は、一人称プレイヤー視点と言いまして、操作しているキャラクターが見ている景色をそのまま映しています。基本的に自分が操作するキャラクターの姿を、自分自身で見ることはできないんですけれども、現実と同じような視点でゲームを楽しめるので、没入感につながるということなんですね。臨場感があるんだね。そういうこと、そういうこと。自分の見ている景色がまさにゲームそのままと。なるほど。じゃあちょっと一回ですね、これを僕らで、実演してみようと思いますので、こちらの方をご覧ください。はい。さあかかってこい。僕はここにいるよ。さあ狙ってみ。喋らないのか。喋らないのか。いつ撃ったらいいんだこれは。はい、ということで楽しんでいただけたかと思うんですけれども、続いては TPS、サードパーソンの方ですね。これは三人称、第三者視点ということなんです。主に自分が操作するキャラクターの背後など、広い視点で画面を見られるというものなんです。キャラクターを客観的、つまりは、装備とかあと武器なども見られる。でその分だけリアルではないんですけれども、逆にゲーム独自の操作性とか視点で楽しめます。これも今ね、さっきの FPS と同じようにまた実演したものがありますので、ちょっと見てみてください。はい。
はい、ということで、また実演を見てもらいました。はい。ここに来るまで、こういうことするっていうのは全然知らされてなかったから。そうだね。だよね。驚きながらではあるんですが。で、この FPS なんですけれども、現実の視点、そしてリアリティを追求している一方で、TPS は FPS のようなリアリティや没入感はないんですが、全体の状況の把握とか、あとゲーム独自の操作性で楽しむことができるということで、FPS も TPS もどちらもそれぞれの魅力があるんです。で FPS、それと TPS の切り替えを状況に応じていつでも行えるゲームというのも存在する。いろいろ試してみて自分に合ったゲームというのを探してみるのも面白いかもしれません。で続いてなんですが、FPS と TPS の特徴というところなんですね。ほとんどのゲーム、FPS、TPS ね、ほとんどのゲームで採用されているモードとして、バトルロイヤルと。例えば、一つの島があったとして、島ね。で、そこに100人が空から投げ出されます。で、そのキャラクターが着陸したら、武器を拾って敵と戦う。そして時間経過とともに戦えるエリアがどんどん狭くなっていく。なので最初はいろんなところに散らばっていたプレイヤーがだんだんとエリアの縮小とともに一箇所に固まるようになっていく。動ける範囲がだんだん狭まっていってね。そうということはすぐ歩くとすぐ出会う、その中で最後まで生き残った1人、またはチームが勝利と。面白そうだね。そうなんです。でもう一つはチーム戦、複数人のチームで戦うゲームがほとんどではあるんですけれども、やっぱり今の時代、これがあるから、e スポーツというものが、ここまで大きくなったのではないかなというのがボイスチャット。なるほど、コミュニケーションが取れるんだね。そういうことです。マイクでね、このボイスチャットとして、使用して離れている友達と話しながら楽しむことができると。なるほど。でこのボイスチャットがあることによって、ゲーム内で友達を作ることもできるし、でこれがインターネット時代、つまり今の時代のゲームの最大の特徴となっている。そして e スポーツと相性がいい。なるほど。僕らの世代でボイスチャットとかまずなかったし、そうだね。それがゲームと結びつくっていうものもなかった。ただゲームするだけじゃなくて、そこからつながってね、友達になったりとかもできるってことだよね。でこの FPS、TPS というのは世界大会も多く開催されています。そして何よりも e スポーツの花形ジャンル、というものなんです。なるほど。では実際にそのFPS と TPS、どういうものかっていうのをちょっと深掘りしていきたいなと思います。まず FPS で忘れちゃいけない Apex Legends です。タイタンフォールというもともとそのアメリカの人気ゲームシリーズがあるんですが、その中のタイタンフォール2の30年後を舞台として2019年に配信開始されたバトルロイヤルゲームというのがこの Apex Legends になるんです。そうなんです。そして特徴です。でまずレジェンドというものに関してなんです。タイトルにもなってますよね。Apex は俗にヒーローシューター、ヒーローシューティングと呼ばれているんです。でヒーローシューターとはキャラクターの特殊能力を使って戦うシューティングゲームのことなんですね。で Apex も独自の個性とか、あとアビリティ、能力ですね、を持ったキャラクターが存在していまして、このキャラクターのことをレジェンドと呼んでるんです。キャラクターの総称のことをレジェンドという。そういうこと。でこのレジェンドを使って、皆さん私たちはプレイをしていくわけなんです。そしてこの魅力的なレジェンドが人気の大きな要因ではないかなと思ってます。で各レジェンドは異なるタイプと、あと特殊能力をそれぞれ持っていまして、どのキャラクターを使うのかというのも楽しみの一つじゃないかなと。続いてなんですがトリオです。3人1組で戦うのがこの Apex の特徴なんです。Apex の醍醐味と言いましたら、さっきもお伝えしましたバトルロイヤルです。20チーム60人、3人1組だから、が同じフィールドに放たれてチームで戦います。1人でも魅力的なレジェンドが3人のチームで戦うことによって、特殊能力×武器×チームワークと、どのレジェンドを、選んでもらっても、どの武器を使ってそして誰とチームを組むか
っていうことが大きく勝敗を分けるなるほど決め手になります。その3つのポイントがあるわけです。そういうことなんです。そんなところからすごく e スポーツ向きなタイトルとも言えるんです。はい。そんな意味でも、これは多人数でやって面白いゲームかなというのも思います。そうだね。はい、続いて、TPS で紹介するタイトルというのが、フォートナイト。エピックゲームズが2017年にリリースした子供から大人まで幅広い層にプレイされている大人気のゲームです。はい。このフォートナイトにも様々なモードがあるんですけれども、やっぱりバトルロイヤル、これが最大の魅力。なるほどね。1人、ソロっていうんだけどね、でもプレイできるし、2人、3人、4人とチームを組んでプレイすることもできます。バトルロイヤルなので100名のプレイヤーが同時に戦って最後に残った1名が勝利というのは、これ同じルールなんですが、これをフォートナイトでは、ビクトリーロイヤル、通称ビクロイと呼ばれてます。なるほど。最後の1人になることをビクロイという。そういうことです。なるほどね。なのでプレイヤーはこのビクロイを目指して戦います。なんか癖になっちゃうね、ビクロイって。ビクロイね。ビクロイです。ビクトリーロイヤルね。はい。さあそして、特徴なんですけれども、一つ目、建築。そう。トントントン。そう、まさにそれ。トントントンなんです。他のバトルロイヤルにはない最大の特徴なんですが、ツルハシを使って木とか岩、車などを破壊して、木材、あと石材、金属などを手に入れます。そして破壊して手に入れたその資材で、敵の攻撃を防ぐための壁を作ったり、敵を高い位置から攻撃するための階段、床、屋根などを作ることができます。このシューティングゲームでは、基本的に高い位置から相手を撃つというのが有利と言われています。こういうことね。そういうことこういうことね。で、高い位置からの攻撃は見通しがよく狙いやすい。なるほど。ですから当てやすい。建築を上手に使いこなせば有利に戦えると。そういうことなんです。なるほど。もちろん建築をしないで、俺はそのまま行くぜという人もいるけどね。コバさんとかそうかもしれない。かもしれないです。で、他のバトルロイヤルではマップの地形はもうあらかじめ決められていて、基本的には固定されてます。でもフォートナイトに関しては自分で有利な地形を作って戦うことができます。なるほど。これをですね、ちょっと難しく感じる方もいると思うんですけれども、基本操作だけでも十分楽しめる。つまりこういう建築を、使わなくても楽しめる。ただ建築に徐々に慣れていけば、飽きずにもっともっとずっと楽しむことができると。そうだと思います。これが唯一無二の人気を誇る一番の要因じゃないかなと。なるほどね。そして2つ目の特徴なんですが、カスタマイズ。基本プレイ料っていうのは無料です。ただ有料課金でアイテムなどを購入することができる。課金すると購入できるものっていろいろあるんですが、スキン、つまりは装備など見た目です。そしてラップ、武器や乗り物の見た目、そしてミュージック、ロビーの BGM ですね、これを変更する、買うことができると。さらにエモートっていうのがあって、これ何かというと、ダンスなんですよ。こういうの、そう踊ってくれてますけれども、こういうこと。このエモートはゲーム内で使用できるダンスのことなんです。協力プレイの時に仲間と踊ったり、で、敵を倒した時に喜びを表現したりなど、さまざまなシーンで使用することができる。ジェスチャーでこうやってね、ダンスで表現ができるんだね。そういうこと。動きで表現ができる。これでよりチームの中っていうのも深まることができると思うしね。で、これに対してドレイクとか、あと BTS、など人気のアーティストとのコラボエモートが販売されたこともあるんです。これはフォートナイト独自の魅力なんですね。で、このコラボというところでは、過去にね、スター・ウォーズとか、あとマーベルとか、あとバットマンとか、こういうところとコラボしたっていうところもあるらしいんです。で、なんか他にもなんかコラボしたものがあるとか、例えばドラゴンボールとかね、シェンロンに乗ってね、こうフィールドに降りてっていったりとかね、こうシャーってね、気合をためる時のこのポーズのエモートがあったりとか。で、さらにまだありまして、イベントなんです。
パーティーロイヤルというモードで、はい、ミュージシャンの、ライブとか、あと映画の上映が行われることもあったんです。なるほどね、これ全部ゲーム内ね。2020年には、トラビス・スコットのバーチャルライブを開催したと。全世界、1230万人以上のユーザーが参加したって。いやー、すごい規模が大きいね。めちゃめちゃ大きいね。で、日本人でも、米津玄師がバーチャルライブを開催して話題になったっていうこともあったんだって。ある意味、メタバースの先駆け的なゲームの一つなんです。ですから、この空間だけでずっと遊んでいられるような、このタイトル、になってます。はい、ということで、この第6回の配信は、FPS と、そして TPS について、タイトルも交えながら、ちょっと深掘りしていきました。紐解いていくと、どんどんちょっとプレイしたいなという感じになってきたし、一人でプレイするのももちろん楽しいと思うんだけれども、例えばこういうチームであったりとか、スタッフさんも交えた上でチームを組んで皆さんと戦ったり、協力プレイしたりっていうのも面白いかもしれません。で、皆さんの方からもっとこういうゲームの情報を知りたいとか、実はこういうゲームあるんで、僕らにおすすめしたいっていうものがあったら、コメント欄にご記入いただけたら幸いです。さあ、そしてですね、次って第7回ラッキーセブンです。そう、ラッキーセブンです。その第7回の配信をお楽しみに。ではまた次回まで。バイバイ。またねー。ではコバさん、当てずっぽで結構です。なるほど。何の略か分かりますか？どちらですか？ FPS。フルーツポンチ、シュガー。なるほど、甘そうだね。甘そうでしょ。違います。違うんかな。じゃあ2つ目、 TPS なんですか？ TPS、トロピカルポンチ、シュガー。なるほど、甘そうだね。甘そうだね。甘いの欲しいの今。そうだね。なるほど。そうかもしれないね。コバさん疲れてます。甘いのかな。実演があったじゃん。そうですね、その視点のね。そう。FPS と TPS の。そう。一番はっちゃけたね。動き回ったね。もうね。コバさん言ってたけど、童心に帰った感じ？そうですね。やっぱ動き回って臨場感をお伝えしないといけませんので、やっぱり全力でね、やらないと。臨場感は出たか？なかなか